はい、こんにちは。今日は奈良県吉野郡十津川村池穴にある中原集落に向かいたいと思います。今後ろに吊り橋あるの見えますね。この吊り橋を渡って向こうの中原集落に進んでいけるようです。ただ見てわかる通り、この吊り橋かなり朽ちておりまして、通行禁止となっております。したがってここの吊り橋は使えません。ですのでここにね川あるので、この川を渡って向こう岸から橋あたりに行けばいいんじゃないかなと思うんですけど、他にもね向こうに池穴大橋というのがあって、そこから山道を入って中原集落に通じているみたいなので、そちらから今日はね進んでいこうと思います。はい、それでは向かっていきます。はい、中原集落に通じる道に到着しました。この恋トンネルという場所ですね。この上上がっていくと中原集落に行けるみたいです。ではね、ここを上がっていきます。結構これ傾斜があります。思ったよりこの上だしいので上がっていきます。この階段結構きついです。きつい。あんな場所よいしょ。ちゃんと道が築かれていますね。ここあります。よいしょよいしょ。おそらく橋を渡るよりこの道を進んだ方が早いです。中原集落へは橋を渡ると池穴集落を通って中原集落に通じていますので、ここからだと中原集落直で行けますので、こっちから行った方が早いです。ここ進んでいきます。そんなでも危うい場所でもなさそうですけど、なんかここは本来の道ではないのであれなんですけど、中原集落にここからでも通じているので、ここを進んでいきます。どこだろう。この上かな、もしかして。どうもこの上っぽいですね。この上上がっていきます。結構大変かも、もしかしたら。でも先人がルートを切り開いてくれてるので、
分かりやすいです。ここですね。下が川になっていて、おそらくこの上だと思うんですけど、ちょっとどう行くか考えてます。こう上がるべきかな、それともこっちに行くべきか。こっちを進んでいきます。よいしょ。もう誰かが上がった跡があります。この集落へ誰かが行った跡があります。ちょっと携帯で確認します、場所。はい、確認しましたところ、集落はこの上側にあるようです。この山の上、反対側かな、頂上付近にあるみたいなので、ここはね、登っていきます。はい。なんかすごい岩石があるけど、なんか雨の立ちからの神様とか祀られてそうな感じ。結構傾斜が急になってきましたね。さっきの吊り橋を歩いた方が早かったかもしれないです。はい、道らしき道を今通っております。これはおそらく道ではないかと思うんですけど、いかがでしょうかね。これは道だとは思うけど、ありがたいことにこのまま直で山頂に行こうと思いましたけど、ここがありましたね。ただ集落は向こう側なんですよね。これは失敗かな。また上に向けて進んでいきます。ここから上がれそうですね。いきます。汗ボタベタですけど、さらに上に上がっていきます。よいしょ。道らしき道を見つけました。おそらくここではないかと。私は間違って進んできたようですね。どうもここに集落の道がありました。あの巨石を登ってくればよかったんですね。これのようです。いや、しかしちょっと危ないかな、これはこれで。ここに石段が築かれています。おそらく昔の道ではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。これ多分昔の道だと思います。ここでこの先にありそうですね。もう絶対にこの道だと確信しました。
さらに進んでいきますよ。これは先人が築いた道に違いないです。集落に向かって進んでおります。これで間違いないようです。ここで途切れてますね。いや、まだ下にあるはず。これが川なら、あそこ石が積んでありますので、もしかして上かな。上側に若干石が積んであるように見えます。ちょっとね、上上がります。どこかで道を間違えたかもしれないです。この辺りから上に行けるかな。トタンがある。上です。上にあるトタンが上のようですね。これですね。だけどこれ道はないよ。ここにトタンがあるってことは、おそらくこれが道で間違いないようです。だってあそこに石垣が積まれてます。わかりますか。あれです。どうもこの上が上流部にも沢の上流にも一軒チェックしてるんですけど、もしかしたら上にも家屋があったのかもしれないです。とりあえずこの石垣がある方向進んでいきます。道かどうかわからないですけど、この先に集落があるようです。まあこれは道でしょうね、おそらくですけど。上と下分かれてますね。上側の方が見渡せるので上を進んでいきます。もしがあったら下の方に下っていけばいいので。石垣がある。これ分かりますか。ここに集落が築かれていた後、これは土砂崩れを防ぐために作られた石垣ってことは、この辺に集落があったってことですね。あとは家屋を見つけるだけです。あった、ありました。向こう上部、この沢を挟んだ向こう側、あっちにあります。あとね、下っていきます。少し今からね、下っていきます。今回は失敗続きですね、本当。家屋を一軒見つければ探索はたやすいですね。それではね、向こうの家屋の方に進んでいきます。もうあとは探索をするだけです。この辺はね、土砂崩れによってここなくなっているみたいですね。これ分かりますか。はい、ということでね、進んでいきます。上側にも石垣がある。上部、先に上部の方に行ってみたいと思います。やっぱり先ほど上に家屋があるって言ったと思うんですけど、やっぱりあったんですね。ちょっとね、先に向こう側から進んでいきます。
はい、上部に続々と石垣が見えてきましたよ。これは何の跡ですかね。これ石段っぽい、崩れた跡かわからないですけど、ついに見つけましたよ。こここそまさに中原集落。本来は道はあったのかもしれないですけど、ほとんどなくなっております。これじゃないですか。ここに石垣の一行があります。あそこに家屋があったようですね。はい、ようやく見つけましたね。上部まで上がっていきます。ここはもしかして田畑があったんですかね。農地跡かもしれないです。素晴らしい。最高の石垣。見てください、これ。まさに圧巻ですね、これ。すごすぎる。すでに朽ちてなくなりつつある集落ですが、この石垣や朽ちた家屋が集落があったかと物語ってますね。すごい。これみたいですね。すでに崩れてしまっているようです。これ水場ですかね。ここに集落が築かれていた。すごすぎる。おそらく上部にはもう家屋はないと思います。一応ここの場所はチェックしてたので建物があるのは分かってたんですけど、ここには水が溜まってます。なんか油っぽい。はい、一応最上部にある家屋がここですね。ということで、次に進んでいきたいと思います。あと4軒あるので進んでいきます。ここですね、石段が築かれております。ここから上がり道だったようですね。
もう杉で埋もれてますけど、確かにここに石段が築かれています。このようになってるみたいですね。わかりますかこれ。そしてこっちのようですね、この道沿いに沿っていきます。間違いなくこの下にあるはずです。これではないですかね。ここですね。石ちゃんと積まれてます。ここにこれ分かりますか。石が積まれてます。この杉の道沿いじゃないですかね。こっちにもねちゃんと石垣があるので、上の方ずっと石垣が積まれてます。おそらく田畑の地でしょうね、この辺は。今回難易度が高い気がする。この杉林を進んでいくのも大変だと思います。この辺に屋敷があったようですが、ちょっとね確認できないんですよね。単なる間違いなのか。地図上ではこの辺を示してますけど、やっぱり屋敷があったようです。これ電柱を支えるワイヤーじゃないですか。でここにたらいじゃない石か陶器がありますので、ここに屋敷があったのは間違いないよね。これを見るとでもお墓っぽいな。これはお墓かな。ここなんか陶器がありますので、でもここに確かに屋敷があったと思います。石垣もね組んでありますので、穴もある。これおそらくずいぶん古い家屋が建ってたんでしょうね。ここにもう朽ちてなくなってます。これも物が散乱してます。しかしどこにあるんだろう。あと3箇所見つけていきます。どうやらこの屋敷跡の下側にあるようです。この下下っていくと3軒まとめてあるようなので下っていきます。ここですね、屋敷があった場所。下っていきます。結構大変ですね。今回の集落の家屋を見つけるのは、また石垣が見えてきました。ここから崖になっている石垣が積まれてますので、一度向こうに回ります。これは石垣、大丈夫だ。ここはまだ石垣はないようです。で家屋がね下に見えるので、はい、道なりに出てくることができました。ここですね。この下に3軒家屋が立ち並んでおります。家屋というよりは屋敷ですね。この下にあります。ようやく道なりに出てきまして、ここが本来の正規なルートのようです。ここもう見えますね。下部に建物が見えます。
ここにも石垣があります。よいしょ、ちょっと低かった。よいしょ、これですね。もう吊り橋が壊れて正規なルートからたどり着くことはできませんが、ようやく見つけましたよ、中原集落。ここのようです。かまどが見えます。あそこにちょっと一旦降りますね。これはすごいかも。うわ、これ石段ですね。ここで、ここ入り口。ちょっと一旦降りますね。すごいな、本当。ようやく見つけることができましたよ。ここも入り口になってるみたいで、これですね。ここ、はい、石垣の上に建物建ってます。それではまずは左側の家屋から見ていきましょう。こっち側のようですね。よいしょ。ここ石段があってつながっていたようですね。ここから、ただここは崩れてますね。失礼いたします。うわー、すごい。よいしょ。随分と崩れてます。これですね。先ほど見えたかまど。あそこあります。これはいろりっぽい感じがしますけど、そしてね、懐中電灯持ってきてないんですよね、今日は。失礼。これかまどですね。衣服があります。失礼いたします。ちょっとね、あんまり歩きたくないんですけど、これのようですね。このようになってるみたいです。もうだいぶ朽ちてますけど、確かにここに集落があったみたいですね。何かの機械があると、高そうな壺ですね。あー、これ火鉢じゃないですか、おそらく。はい、あそこにも電気があります。照明。ここに石段が築かれています。ここで、ここで、ね、焼却場所ですね。はい、このようになっていたみたいですね。次はね、反対側の家屋見ていきます。これお風呂ですね。失礼します。ここにお風呂があったようです。すごいですね。なかなかお目にかかれないです、このような場所は。はい、向こう側にね行きます。それでは右側の屋敷を見ていこうと思います。これはアスファルトはですね、舗装されています。失礼いたします。これは納屋でしょうか。2階がある。ちょっと見えないんですけども、うわ、コウモリだ。びっくりした。飛び回ってます、コウモリが。で、
ここには冷蔵庫じゃなくて洗濯機かな。冷蔵庫ですね、これは。ここに冷蔵庫があります。で、照明と松葉電器店奈良県十津川村と書いてある。失礼します。あ、もしかしてこれやっぱりお風呂ですね。失礼しました。で、ここに臼がありまして、物が散乱してます。こっち側何があるんだろう。下の方にもね、もう一軒だけあるんですよね。あれが最後になります。ね、こっち側は、なんだろう、神棚っぽい感じしますけど、これどうなんだろう、よくわからないですけど。こっち側は何があるんだろう。ここはお手洗いとかですかね。中の方は見られないようです。で、向こうにね、水田か農地跡がありますね。この向こうは農地跡のようですね。ちょっと見てみましょうか。これは完全に水田のようですね。素人の私でもわかります。ここに田畑があったんだと思います。では最後の家屋下っていこうと思います。はい、それでは、この家屋は見納めとしてここをね下っていきます。ここが本来の正規のルートのようです。ここにはワイヤー、多分電気が送電線が来てたんじゃないかと思います。ではね、正規のルート進んでいきます。ここにね家屋ありまして、こっちこれですね。こっちに石垣築かれてますけど、まずはこの下を見ていきます。うわ、すごいな。ほんとすごいな、これすごくないですか、本当に。こうしたらわかるかな。これ下にもね石垣あるんですよね。ほんとすごい。こんなところなかなか見られないですよ。これも道上がる場所、階段が築かれてます。めちゃくちゃすごいんですけど、これこっちから見渡せます。これ上にもね石垣ありますね。家屋はすぐそこにあります。ここ登る場所があったってことですかね。これはってことはこれのようです。はい、最後の家屋すごすぎてもう言葉が出ないや。ここにも階段がある。すごい。かまどもあって五右衛門風呂ですね。本当に圧巻ですね、これだけの石垣を見ると。
ちょっとねもう崩れてるんですけど、上上がってみます。すごすぎて、これはなんかの意向ありますね。これに関してはちょっと分かんないですけど、上の方までずらーっと石垣組んであります。こんな集落があったんですか、こんな山奥に。ほんとすごすぎてびっくりなんですけど、今回まともに撮影ができなかったのが悔しいです。水路もありますね、きっちりここに。これ水路が築かれておりまして、ね、ここに流れてくるようになってますので、ここがボットン便所跡ですね。これ下と物が置いてあります。あそこに橋があります。ちょっとあの橋も見てみましょうか、せっかくなので。しかし本当にすごいですね、これ。すごすぎて本当初めて見た、こんな集落。まあ、おそらくこっち側が納屋な感じで、母屋がこっち側にあったんでしょうね。ここにも、ね、水路の場所があります。でこれガキがありますね、ここに。ここずっとガキがあったんじゃないですか。あ、ここまでかな。で水鉢みたいなのねあります。ここにガキがあって、かまどがあって、であそこにもなんかある。これは何だろう。あ、水田の跡かな、もしかして。ここなんか水田の跡っぽいですね、ここは。でもあの釜があるってことは、かまどがあるってことは、やっぱりここに屋敷が建ってたのかな。屋敷ですね。これ基礎があります、下側に。はい、ということでね、あの橋見ていきたいと思います。はい、マップを見たらこっちが本来の正規のルートのようです。でここを進んでいきます。先ほど調べた納屋らしき場所ですね。この下に下っていくと吊り橋があるみたいです。先ほどの池穴橋ではなくて、この中原集落の吊り橋、ここも鉄骨でできてますけど、問題はなさそうです。これはここかな。ここから見ると本当圧巻ですよね、これだけの集落。ちょっとね、このルート降りていきます。最後にね、吊り橋だけ見てみたいと思います。おそらくこれで全てがこの集落の終わりにだと思います。今回は本当に一番過酷だったかもしれないです。本当きつかった、今回は。もう川の水を飲み干したいぐらい喉がカラカラです。正規のルートで進んでいけないことが分かると思います。こっち進んでいくと、
川の音が聞こえてきましたね。あ、吊り橋ありますよ。ここのようですね。なんかバイクが落ちてあるけど、もしこのバイクが使えたら乗って帰りたいぐらいです。でも昔はこんなバイクが通れたってことですよね。ほんとびっくりしますね。直感型のなんかマフラー、株っぽい感じですけど、これですね、吊り橋。やばすぎる、これは。地獄の吊り橋。ちょっと怖いもの知らずの私が挑戦してみたいと思います。じゃあね、最後の地獄の吊り橋を見て終わりたいと思います。ワイヤーがあるのそんな、これやばいかも。これはやばいかも。これはやばいかも。今まで行った中でこれほどやばい吊り橋はないです。これは無理。100% 無理です。これ吊り橋崩れますわ。だったらワイヤーがもう口かかってます。ということでね、この吊り橋も見れましたし、今度こそ終了したいと思います。これから過酷な道を帰りたいと思います。長い間ご視聴ありがとうございました。これで失礼いたします。今帰っている途中なんですけど、平家姓のお墓が3基ありました。ここに平という文字が見えます。もしかしたらここ平家のお中土集落だったのかもしれないです。さっきね、崩れた過去あそこありますね。でこの下側、おそらく本来の帰り道だと思うんですけど、ここに平家のお墓がありました。はい、ということで帰ります。